されどうも、今回も早速やっていきたいと思います。めっきり寒くなってきましてね、これはもう鹿肉が美味しい時期なんじゃないかと思って、そんな次第なので今回は鹿肉を使った料理をやっていきたいと思います。今回使っていくのはもも肉。鹿肉は他の食肉と比べて脂肪が少ないヘルシーな食材として関心を集めてます。低カロリーなのに高タンパク、鉄分も豊富で、そしてヘルシーなので和牛とは結構対極の位置にあるんじゃないですかね。スーパーの精肉コーナーではなかなか見かけないと思いますけどね、道の駅とかにはたまに売ってたりするのを見たことがあります。ただ鹿肉は豚肉や牛肉と同じように料理しても本来の美味しさっていうのは発揮できないっていうところがちょっとありますね。やっぱり油が少ないっていうことが理由だと思ってるんですけどね。結構食べ慣れない肉だと臭みとかどうなのかって気になる方もいるんじゃないかと思うんですけども、臭みの原因っていうのは基本的に内臓とかそういったところから来るので、手早く処理されてる肉に関してはほぼそういった臭みっていうのはないケースが多いですね。そして今回は鹿肉に合わせた調理法にしてますが、とはいえこれは豚肉だったり牛肉、鶏肉っていうのにも応用はできるので、その部分っていうのは参考に見てもらえたらと思います。軽く掃除をした鹿肉をジップロックに入れて、ニンニク、ローズマリーと一緒に、あとオリーブオイルですね、これで脱気します。脱気の方法はもちろん何でもいいです。水圧を使った方がやりやすければ水圧でいいですし、机の角を使ったりする場合もありますね。これで冷蔵庫で 1,2 時間漬け込んで味を染み込ませます。1週間から2週間ほどであれば冷蔵庫で保存が可能です。より良い状態で保存が可能になると思います。今回赤キャベツの付け合わせを作っていくんですが、少し酸味のある仕立てにしていきます。これが鹿肉と非常によく合うんですよね。手鍋にバターを少量溶かし入れて、千切りにしたキャベツをそこに加えます。少し塩をしてですね、下味の塩ですね、これをして蓋をして2分ほど蒸します。そうすることで全体がしんなりして赤キャベツのうまみが出てくるので、ここからさらに砂糖を加えて甘さを足します。そこまで甘くしすぎない程度に一振りで大丈夫です。そしてここから赤ワインビネガーを加えて熟成感のある酸味をプラスします。先ほどの砂糖がですね、赤ワインビネガーの酸味で酸っぱくなりすぎない役目も果たしてくれるわけです。しっかりと水分を飛ばすことがこの調理のポイントですね。うめえ。これは今回鹿肉の付け合わせとして使ってますが、他のお肉に使ってももちろん大丈夫です。朝ソーセージを焼いてこれを横に添えて粒マスタードと一緒に食べるのもまた最高です。程よくオイルで漬け込まれた鹿がこちらになります。そしたらここからは焼いていくので、全体にしっかりと塩をまぶして事前の下味を決めるといった感じです。鹿は果実の他にも木の実など非常に相性がいいので、今回はローストしたミックスナッツを粗く砕いておきます。赤ワインに軽く漬け込んでおいたセミドライイチジクをソース用に刻んでおきます。そして刻んだらもう一度先ほど漬けてた赤ワインの中に戻して、いつでもソースを作れる状態にしておきます。
塩をした鹿肉は少し表面に水分が出てきているので、紙で拭ったらフライパンを中火にして表面を焼いていきます。鹿肉を焼く時のポイントはとにかく強火でやらないことですね。これは今表面に焼き色をつけてるだけなんですが、この調子で中まで火を入れていってしまうとどうしても硬く仕上がっちゃうので、鹿肉の基本は弱火です。全面30秒ほど焼いたら一旦これをバットに引き上げてアルミをして 2,3 分ほど休ませておきます。そしてそれを2回繰り返したらですね、そのままそのフライパンにバターを加えて、鹿肉をマリネしてた時に使ったニンニクとローズマリー、これも香り付けにさらに合わせていきます。そしてバターが程よく香ばしくなったら温度を弱火に落として 4,5 分ほどかけて、このバターをしっかりと鹿肉に回しかけていきます。この熱いけど熱すぎないっていう、そういったバターを回しかけてゆっくり火を入れることで、ゆっくり中まで火を入れることで鹿肉っていうのがしっとりと仕上がるわけです。そして頃合いを見計らって、これもまた一度バットに引き上げてアルミでだいたい5分ほどゆっくりと休ませます。串金などがあったらそれで心温を確認できるといいですね。程よくあったかくなってたら OK です。そしてフライパンはそのまま使っていくんですが、先ほど刻んでおいたセミドライチジク、あとは赤ワイン、バルサミコを使ってしっかりと煮詰めてソースを作っていきます。中火で優しく煮詰めましょう。焼き油に使っておいたバター、これが入ってるので煮詰まると程よくですね、濃度がついてきます。そして焼き上がって十分に休まった鹿肉がこちらになります。かなり赤身のジューシーさが残ってる仕上がりになったと思いますね。それではドレス接していきます。優しくローストしたお肉は結構冷めやすいので、手早く盛り付けていくことをお勧めします。粗く砕いた黒胡椒、もしくは胡椒ひきでひいた黒胡椒ですね。何にしても黒胡椒があると非常にいいアクセントになりますし、なんせ鹿肉との相性がいいので、そこは外せないポイントですね。ボラペティ。うまい。ワインがうまい。ソース鹿とこの果実感強いソースってすごいいいね、相性が。赤キャベツの酸味も抜群だ。ナッツとかの黒胡椒もすごい合う。うまい。というわけで鹿肉と赤い果実のソースでした。これからはクリスマスのシーズンにも入っていくので、よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビエント。